こんにちは、ボンズです。今日ご紹介する本は AI 分析で分かったトップ5%社員の習慣。著者は越川真嗣さんです。皆さん、今のお仕事に対してもっと成果を出したいのに時間だけがどんどん過ぎてしまうなんて悩むことはありませんか？私も日頃からどうしたら効率的に成果を上げられるのかを考えていまして、この本を読んで、なるほど、こういう考え方があったんだ、と膝を打ちました。実はこの本、合計で1万8000人もの働き方を AI が分析して導き出した、成果を出して上位5%に入る人たちの思考と行動についてまとめられています。要するに、ものすごく稼働時間が長いわけではないのに、突出した成果を継続して出しているビジネスパーソンの具体的な習慣がわかるというわけです。この本を読むと、例えば忙しいのに成果が伸び悩んでいる人は、自分の行動をどう変えれば業績が上がるかのヒントを得られますし、もっと働きがいのある毎日にしたいけれど、なかなかモチベーションが保てないという方が、行動実験から学びを深めて、やる気を継続させるコツを学べたりするんですね。読み終わった後、やらされ仕事ではなく、自分事として取り組む仕事の大切さに改めて気づかされる本だと思います。では早速ですが、AI 分析で分かったトップ5%社員の習慣のポイントから、私が特に重要だと感じた部分を軸に、この本の魅力を分かりやすくお話しさせていただきますね。まずは著者の越川真嗣さんの経歴ですが、越川真嗣さんはクロスリバーという会社の代表を務めながら、これまでに600社以上の働き方改革を支援してこられたそうです。その過程で上位5%社員と呼ばれるような、いつも高い成果を出せる人たちの働き方をヒアリングしたり、AI で行動を分析したりして統計を取ったんですって。そのサンプル数が1万8000人。膨大なデータの中から見えてきた共通点が本書にふんだんに書かれています。この本のテーマは、限られた時間で大きな成果を上げるための思考と行動パターン。残業時間を減らすとか有給消化を増やすといった表面的な働き方改革ではなくて、時間の上限がある中でどうやって成果を高めるかという点にフォーカスしているんです。仕事を効率化して生まれた余白で自分の成長や新たな挑戦を実現できるようになる。このことが会社から評価される人材になる近道だというわけですね。ではここから本書の重要ポイントを私なりに噛み砕いてお伝えしようと思います。大きく5つに整理してみましたので、順番に見ていきましょう。1、まず目的から入る習慣。2、弱みをさらけ出し、周りの信頼を得る工夫。3、失敗を実験と捉えて挑戦する姿勢。4、意識が変わる前に行動を変える。5、常にギャップから考える思考法。私が感じたこの5つを抑えると、上位5%社員がなぜ高い成果を出せるのか、その要点をまとめて理解しやすいかなと思います。では一つずつ解説しますね。1、まず目的から入る習慣。この本で強調されているのが、仕事の過程よりも結果を重視するという視点です。上位5%社員は仕事をする前にどういう目的があって、どんな結果が出れば成功かをものすごくクリアにしているんだそうです。だから仕事をしている途中に、まあ頑張ったからいいかという気持ちにならないんですね。プロジェクトが失敗しちゃったけど、みんなで協力できたしそれで OK と終わらせずに、なぜ失敗したのか、どこを修正すべきかとプロセスを振り返りながら、次にどう活かすかまで考えている。常に成果にコミットしているというのが特徴なんです。結果が出るかどうかは運次第じゃないのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この本で紹介されている5%社員たちは、成果を出すための行動を着実に積み重ねることこそが、運を味方につける方法だ、と捉えている感じです。例えば目標を自分で情報修正するエピソードがありました。上司から与えられた営業ノルマに対して、その1割増しを勝手に設定してしまう。すると常に背伸びする意識を持って走れるから、最終的にノルマを軽く達成できる。そんな行動原理が実に多かったですね。2、弱みをさらけ出し、周りの信頼を得る工夫。トップ社員と聞くと、自分に自信があって強気というイメージがあるかもしれませんが、
実際はできないことを素直に言う、相手に教えおこうという姿勢がかなり見られたそうです。理由としては、偏方性の原理を上手に活用しているんですね。人から何かを助けられたら、お礼を返したくなる心理が働く。先に自分の弱みをさらけ出すことで相手も心を開き、助けてくれるし、さらに自分も相手を助けたいという連鎖が生まれるわけです。この部分を読んで、私自身も確かにできないことを正直に言うって勇気いるけど、その方が結果として得るものが大きいよね、と思いました。無理やりプライドを守って、私は何でも完璧にできますなんて装ってしまうと、他の人から必要なアドバイスがもらえなくなってしまいますし、弱みをさらけ出すことで、むしろ互いの信頼度が高まって、一緒に仕事をしたり、新しいアイデアを出したりできるチャンスが増えるみたいです。3、失敗を実験と捉えて挑戦する姿勢。上位5%社員といえども失敗はします。でも、失敗したらそこで終わりではなくて、ここから何を学べるかが第一の反応なんですね。失敗は成功との二者択一ではなく、失敗をたくさん積んだ先に成功がある。だからこそ失敗を小さく始めて早く学ぶ。そのために苦しい方をあえて選ぶ人もいるんだそうです。例えば営業部長を任されている人は、もっと高い役職に昇進するより、あえて未経験の部署に移動して経験を積んだり、というエピソードが挙げられていました。実際、変化の激しい時代に、一つの成功パターンだけでは通用しなくなることって多いですから、知識やスキルに幅を作っておきたいと思うのは納得です。苦労を避けたいという気持ちもわかりますが、それよりも未経験から学べるものが大きいというポジティブな気持ちで動くのが大事なんですね。ここでのポイントは、とりあえずやってみる、結果がどうであれ学びを得る修正するという流れを回数重ねることが5%社員の共通行動だということです。4、意識が変わる前に行動を変える。意識を改革しようとか、マインドセットを変えようとか、そういうお話はよく聞くじゃないですか。でも本書では、意識より行動が先と言っているんですね。あれこれ考えてから動こうとすると、いつまで経っても行動できないから、まず行動してみて、その後に意外と悪くなかったという実感を得たら、意識も変わっていくという順番です。著者の越川真二さんは、企業コンサルの現場でこれを多くの社員さんたちにテストしてみたそうですが、とりあえず行動して、ダメならやめる、良かったら続けるというシンプルな形の方が、個々人が納得感を持って行動を変えられたとのことでした。会社としても、我が社のビジョンに意識を合わせろと言葉で訴えてもなかなか動かない。とりあえず新しい働き方を一回やってみて、あとは自分で判断してね、の方が成功率が高いという実験結果が載っています。私も意識はすごく大切ですが、それ以上にやってみないとわからないは本当にあるなと感じました。5%社員は頭の茶だけで考えて終わらないってスピード感を持って実際に行動に移しちゃうので、リカバリーも早く成功にたどり着きやすいんです。5、常にギャップから考える思考法。もう一つのポイントはギャップに注目するということです。目標を先に設定して、その差分を埋めていくイメージですね。これができると、今自分はどの位置にいて、どこまで行けば理想かがはっきりするので、やるべき行動に優先順位をつけやすいんです。それから顧客とのコミュニケーションでも先に相手と自分のニーズのギャップは何だろうと把握しておいて、そこを埋めるべく対策を取りながら提案する。だから相手にとっても動きやすい情報を与えられるし、仕事の差し戻しやズレを最小限にできるという流れです。具体例としては、やたらとページ数が多い提案資料を最初から完璧に作り込んでしまうよりも、20%だけ叩き台を作って、まず相手の反応を聞く方が早いという話がありましたね。上司や顧客から差し戻しが来る前に、こまめにレビューを取って修正するから大きな無駄が減る。私自身も資料はしっかり作った方が安心という気持ちからページ数だけが無駄に増えがちだったので、このアドバイスは刺さりました。結局伝わることが大事なので、どうやったら伝わるか必要最低限のポイントに絞って早く動くか5%社員の特徴なんですね。
ここまで5つのポイントを述べましたが、この本にはまだまだ興味深い実例や数字データが載っています。会議の発言パターンとか、メール返信の仕方とか、上位5%社員は発言回数は多いのに、文字数は少なめとか、メール本文は105文字を超えると読んでもらえないから、とにかく短く要点だけ伝えるとか、具体的で面白いんです。しかも AI 分析で言葉の頻度まで調べていて、それだけ分析したら人の働き方の本質が見えるんだろうなと思いました。また、休日の過ごし方に関するデータも興味深かったです。上位5%社員の約8割が休日はしっかり休む。頭を空にしてリラックスする。有酸素運動や読書でストレスを発散すると回答しているようなんですね。それが翌週からのパフォーマンスの源になるし、平日の残業を減らしても大きな成果を出せる秘訣。さらに、金曜の夜に幸せを感じる人が多いそうで、金曜日までにやるべきことを終わらせる目標を定めて走り、達成感からワクワク感が生まれるという理由らしいです。こういう話を聞くだけでも、やっぱりメリハリある働き方って大切だなと私も共感しました。一方で、本書はいきなり魔法みたいに成果が上がるわけじゃないですよとも言っていて、重要なのは内省しながら行動を継続する習慣だと何度も述べています。例えば週1回15分くらいでいいから自分の行動を振り返る時間を作るとか、コミュニケーションを活性化するために2分間だけ雑談してみるとか、こんな小さな行動で OK なんです。大切なのは振り返る、学ぶ、修正するをぐるぐる回すこと。そういう実践こそがトップ5%社員を作り上げる共通要素らしいですね。では、私なりにこの本を読んで感じた注意点やデメリットを簡単に挙げます。というか、注意しておきたいポイントといった方がいいですね。まず、あくまで書かれていることを試してみるのは大事ですが、人によっては自分の性格的にちょっとハードルが高いなと感じるところがあるかもしれません。例えば弱みをさらけ出す行為って結構怖いですし、周りにとって良かれと思った雑談が空回りするケースもあるかもしれません。しかし、本書は合わなかったらやめればいいし、合いそうなら続けてみる。失敗を学びに変えるというスタンスなので、ぜひ実験精神を持って気楽にチャレンジするのがいいかなと思いました。まとめますと、AI 分析で分かったトップ5%社員の習慣は、とにかく豊富なデータと具体例で仕事のできる人の法則が見える化されているからです。私たちはどうしても成果を出している人は特別な才能があるんじゃないのと思いがちですが、この本によると、そうじゃなくて、誰でも活用できるシンプルな行動と思考のルールが存在するんですと繰り返し書いてあります。だからこそ、すべてを鵜呑みにするのではなく、自分なりに実践してみて、このやり方なら確かに成果が出るかも、ここはちょっと合わないかな、と試行錯誤しながら習慣を身につければ、時間に追われるばかりの働き方から抜け出して、より短い時間で、より大きな成果を出す、生産性高めな人材に近づくんじゃないかなと感じました。最後に私から提案です。よし、明日から何か変えたいなと思ったら、まず一個だけ行動を変えてみるのはいかがでしょうか。例えば、超一で自分が一番重要だと思う仕事を30分だけ集中してやる。メールやメッセージは短く要点をまとめて素早く返信する。休日はビクビクせずにしっかり休む。などなど。一気に全部変えようとすると大変なので、小さい習慣を一つスタートして、何か気づきがあれば自分の意識を書き換えていく。そうするとだんだんトップ5%社員に近づいていけるはずです。ということで、今日は AI 分析で分かったトップ5%社員の習慣をご紹介しました。時間の使い方から周りとのコミュニケーション術、挑戦に対する考え方、そして失敗をどうプラスに変えるかなど、もう目から鱗な話がたっぷり詰まっています。忙しく働くビジネスパーソンの方にこそ、短い時間で成果を最大化するためのヒントをぜひこの本で得てほしいなと思いました。もし、もっとスキルアップして会社から評価されたいけど、仕事量が多すぎて、いつも疲れているという方がいれば、この本はかなり実践的だと思います。ぜひ一度読んでみてください。そして読んだ感想があれば、
またコメントで教えていただけると嬉しいです。では、そろそろお時間になってきました。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。また紹介してほしい本があればコメントで教えてください。では、ポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。